はじめまして、メアリーです。 S2000 やビータでサーキットに通い始めて1年強が経ちました。目標としていた富士スピードウェイでの2分切りも達成し、次なる目標を探していました。そんな中、K2 ガレージさんからお誘いがあり、V グランツでメック120という耐久レースにシリーズ参戦させていただけることになりました。人生に一度しかない初レース、緊張も感動も全て包み隠さずにこの YouTube チャンネルで記録していこうと思います。第1話の今回は V グランツという車両の紹介、メック120というレースの紹介、V グランツの初乗りの様子をお送りしますので、よかったら最後まで見ていってください。映像に映っているのが今回レースで乗る V グランツです。K2 ガレージさんが新車購入した車両をレンタルし、練習やレースに臨みます。 V グランツは2リッター NA エンジンをミッドシップに搭載したピュアなレーシングカーで、タイヤはスリックタイヤを履きます。ミッションはシーケンシャルでパドルシフト、171馬力ながらも軽い車重と強力なエアロの効果で富士スピードウェイのトップタイムは1分50秒前後にもなります。今まで乗ってきたビータ01と比べると10秒ほど速く、新たなるスピードレンジへの挑戦が始まります。メックはビータと V グランツが混走する120分間の耐久レースです。7月の鈴鹿を皮切りに9月の茂木、10月の岡山、そして12月の富士と年間4つのサーキットを転戦します。ドライバー交代を伴う2回のピットストップが義務付けられたチームの総合力が問われるレースです。続いて今回私と一緒に戦うチームの紹介です。まずレンタル車両の提供からレースサポートまでを担当するショップが K2 ガレージさんになります。代表の山本健吾さんは現役レーサーで、ロードスターカップやスーパー耐久で活躍されているドライバーでもあります。 V グランツでのレースサポートはお店としては初の試みですが、 K2 ガレージの皆さんのおかげで運転に集中する環境を作っていただけてます。そのチームで私の相方となるのが石垣さんです。普段は自動車メーカーでエンジニアとして勤務し、テストドライバーの訓練育成を担うインストラクターでもあります。スーパー耐久では ST2 クラスのシリーズチャンピオンに輝いた実績の持ち主です。私、メアリーを含め3名のチーム体制でアマアマクラス総合優勝を狙いに行きますので、応援よろしくお願いいたします。紹介はこの辺にして、そろそろ走行の様子をお届けしようと思います。この日はまずは石垣ドライバーがテスト走行をするところから始まりました。石垣ドライバーが帰ってきました。テスト走行も問題なく終わり、いよいよ私の V グランツ初走行の時間がやってきました。いよいよ私の走行の時間になりました。最初の印象はとにかく強く未体験レベルの G に首が持ってかれそうという感覚でした。車そのものはビータにかなり似ていて、
エンジンが2リッターになった空力の強いビーターというイメージです。今回は納車時のセット、いわゆる吊るしのセットアップのままだったからか、車を曲げるのにとても苦労しました。ある程度ブレーキを残すと、ビータのようにリアが半スリップ状態になり、車の向きが急激に変わる自転運動の挙動が出ます。この挙動を利用し、コーナーの前半で早めに向きを変えて曲げに行くように心がけたんですけれども、実際はブレーキの残しすぎで自転どころかスピンをしてしまうことが多々。スピンしないようにすると、今度は減速しすぎ、もしくはブレーキの残し方が足りず自転が発生しない状態になってしまい、自分自身の運転課題が浮き彫りになるという結果でした。次回の動画にしようと思うのですが、この辺はドンピシャで石垣ドライバーが講師となって教えてくれる運転矯正プログラムという広場練習で取り扱っている内容でして、今後練習で改善していきたいと思います。そんな手探りの中出た本日のベストラップがこちらになります。13コーナーを盛大にミスりながらも、初乗りのベストは1分56秒3というタイムでした。相方の石垣ドライバーよりも3秒半以上遅いタイムで、初日から絶望的なレベルの差を感じます。実際のところあまりにも大きいタイム差なので、へこむというよりは、なんとか足を引っ張らないように今自分ができることをやらなければという使命感の方が強かったです。石垣ドライバーを呼び止めては、ロガーを見てアドバイスを受けたり、今後の練習プランを練ったり、そういったことを考えながら長い一日の幕を閉じました。初レースに向けて早速前途多難の様子を呈してきましたが、このチャンネルでは等身大のリアルを包み隠さずお届けするコンセプトなので、ありのままお伝えしました。自宅のシミュレーター練習と月2回の実車練習を可能な限り効率化し、成長するしかないと思います。次回の動画では初乗りから見えてきた課題と、それに対する練習プラン、実際の練習の様子などをお届けする予定ですので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。もし今回の動画が気に入っていただけたようでしたら、高評価やいいねもお待ちしております。
ご視聴ありがとうございました。